皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今回の動画は小田原と箱根を1泊2日で旅した旅程も紹介しながら、ちょっとポッドキャストを聞いているような感じで楽しんでもらえたら嬉しいです。まだ紹介していないお店もこの動画で紹介します。そして懲戒のクイズも3つ出したいと思うので、日本語を勉強している人はぜひチャレンジしてください。では早速クイズです。1、私はどうして新幹線で小田原に行きましたか？ 2、大涌谷の黒卵を食べるとどんないいことがあると言われていますか？ 3、私はどうしてロープウェイが怖いと思いましたか？では皆さんを2日間の旅へご案内いたします。まずは1日目の旅のスケジュールを紹介します。10時に小田原城に行きました。11時30分にお昼ご飯を食べて、12時30分頃から散歩をしました。14時に箱根湯本駅に行って、14時30分にカフェでちょっと休憩しました。15時30分にチェックインをして、18時に夕飯を食べました。品川から小田原まで新幹線で行きました。30分ぐらいで小田原駅に着きました。小田原に行く方法はいろいろあります。新幹線じゃなくても行けるんですけど、お昼過ぎには箱根に行く予定があって、少しでも長く小田原にいたかったので新幹線で行きました。小田原駅に着いた後、すぐに小田原城に行きました。お城の中は撮影できなかったんですけど、歴史も勉強できるし、お城の周りもお城から見える景色もとても綺麗でした。その後はうどんを食べました。これがネギ、卵、そして天ぷらですね。結構いろんな具が乗ってます。これは鍋焼きうどんです。これは小田原 Vlog で紹介したので、こちらの動画も見てください。この後、老舗の薬屋さんで撮影させてもらいました。すごいなんか昔に戻ったみたいな雰囲気で素敵ですね。建物がね、大正12年の関東大震災で倒壊してるんですよね、はい、でも倒壊しただけでしたので、材料を使って写真が倒壊した写真なんですけどね、はい、それで、はい、そのまま大正13年に復元ができてるんですね。はい、それで今これが国の登録有形文化財になってるんですけども、はい、こんな感じなんですけど、これでこう切るらしいです。あ、でもすごい匂いしてきた。香りがしますね。今ミントが入ってます。あ、はい、だからかすごい爽やかな香りがします。薬研、薬を切るためのものです。すごい。これっていつ頃まで使われてたんですかね。今も使うんですか？今は使ってないです、はい、でもこれは江戸時代のものが残ってるんです。お店の情報はこの動画の概要欄にあります。すいません、ありがとうございました。ご丁寧に。はい、失礼します。すごい丁寧にいろいろ説明してもらいました。ちょっと普通の薬局っていうよりは、昔からある薬屋さんでちょっとお茶が置いてあったりとか、なんか特別なエコバッグみたいなのも置いてあったと思うので、観光地の一つとして来るのもすごくいいと思います。面白い。湘南クッキー。じゃあこの、13番と14番同じなんですけど、13番にします。ここにお金を入れる。よし、120円入れました。で、13番なので13押します。お、
出てきました。はーい、買えました。小田原での撮影が終わったので箱根に向かいます。小田原から箱根湯本まで15分です。とても近いです。はい、箱根湯本駅に着きました。あ、見て、猫がいる。かわいい。この後チェックインの時間までカフェで休憩しました。このカフェはこちらの箱根 Vlog で紹介しました。美味しい。15時になったので予約したエアビーにチェックインします。今回泊まったエアビー、本当に素敵でした。もうこちらの動画でも紹介したんですけど、生活に必要な家具や家電がすべて揃っています。食器用の洗剤もあったのですごく助かりました。夜はスープカレーを食べました。具材がたくさん入っていてすごく美味しかったです。外国人のお客さんもたくさんいました。この日は結構寒かったのでカレーを食べて体が温まりました。エアビーに戻る前にファミマでお菓子やコーヒーを買いました。コンビニに行くともともと買おうと思っていたものだけじゃなくて他のものも買ってしまいます。日本に来たことがある人はコンビニで何を買ったことがありますか？コメントで教えてください。2日目の旅のスケジュールを紹介します。この日は9時30分くらいにチェックアウトをして11時頃大涌谷に着きました。12時30分くらいに強羅駅に着いてお昼ご飯を食べたりお土産を買ったりして14時30分に箱根湯本駅に到着しました。ここでコインロッカーに預けていた荷物を取ったりまたお土産をちょっと見たりして17時頃品川駅に到着しました。箱根湯本駅からバスで大涌谷に行きました。風が強すぎました。大涌谷の名物といえば黒卵です。そして塩もついてます。これをかけて食べます。黒卵を1個食べると寿命が7年延びると言われています。あまりにも風が強くて寒かったので黒卵を食べ終わった後すぐにロープウェイに乗って強羅に向かいました。私は高所恐怖症ではないんですけどロープウェイに乗った時ちょっと怖かったです。なぜなら私はジェットコースターのように上から下に落下する乗り物が苦手だからです。ロープウェイはゆっくり下に下がったんですけどちょっと怖かったです。早雲山に着きました。ここからケーブルカーに乗り換えて強羅に行きます。大涌谷と強羅の動画もあるのでぜひこちらも見てください。切符を買ってケーブルカーに乗ります。景色が本当に綺麗でした。10分くらいで強羅に着きました。ここでお昼ご飯を食べました。その後、駅の近くでお土産を買いました。伝統工芸品やまんじゅうなどいろいろな種類がありました。強羅から箱根湯本駅に戻ります。自然の中を通るのですごく目の保養になりました。強羅駅から40分くらいで箱根湯本駅に着きました。さて皆さん、クイズの答えはわかりましたか？1番の答えはお昼過ぎには箱根に行く予定があって少しでも長く小田原にいたかったからです。2番の答えは黒卵を1個食べると寿命が7年延びると言われています。3番の答えは
私はジェットコースターのような上から下に落下する乗り物が苦手だからです。今日は日記のような、ポッドキャストのような動画を作ってみました。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また来週の動画も見てくださったら嬉しいです。いつも応援してくれて本当にありがとうございます。今日はここまでです。また来週。バイバイ。